I'm not sure this is a good news or bad news, but I'm guessing this can be a positive trend because think about it. Even though we all know this is absolutely true, we are often insecure about our age, especially in a relationship or dating. Tell me how many times this happened. She's beautiful and gorgeous, extremely attractive to you, so you wanna talk to her more. But I'm too old or I'm too young for her. So in the end, you don't even talk to her because you are too conscious about the age gap. But for better or worse, this is more and more common to see in Japan because of the two reasons mainly. Nowadays, it's not rare to see people getting married even after 40 or 50, and this applies to both men and women. More and more people in Japan are willing to find their partners even after divorce. 日本人も今まで離婚をするとね、偏見があったりとか差別があったりとかっていう声がありましたけど、最近そこが減ってきているので、第二の人生、第三の人生、再婚再々婚っていう50代が増えたんです。女性で。But question is, does that really work in Japan? Is there any difficulty or prejudice about that? To find out, let's go talk to an age gap couple about their experience in Japan. Hope you enjoy. 僕もともと製造業に勤めてて、体を壊したきっかけがあったんですけど、そこから食事とか健康とかを気遣い始めて、健康とか食事に気を使ったグレインズというカフェなんですけど、そこのカフェで、イベントをしてたんですよね。でそこでたまたまマリコがどっちから喋り始めたか覚えてないんですけど、喋って共通の話題があって、で、そこから盛り上がって、当時が数年前ですけど、30半ばぐらいだったんですけど、最初多分27か8ぐらいかなと思って話してたので、ちょっと見た目が分かったので、それで後で聞いてびっくりしましたね。ちょっとこんな上なのかみたいな感じで、びっくりしましたよ。見た目との年齢のギャップが大きいなっていうところにびっくりして、ですけど話してる感じとかは年を重ねて硬くなってくる部分ってあると思うんですけど、そういうのがなくて柔らかい人だなっていうふうに。お子さんがいらっしゃるはいに関してはちょっと気になりましたね。いやそんなことなくてでして、結構すごい真面目な方だと、子供がいるから経済的にとか、恋愛、なかなか会ったりとかできないとか聞いたりはするんですけど、好きになった人にたまたま子供がいたっていう感覚で僕は。マリコの子供なので、結構やっぱ雰囲気とか好きなものもやっぱり似てるので、結構そんなに悩むことなく馴染むこともできたので、そんなに弊害には感じませんでしたね。若すぎるなとは感じますね。そこは感じなかったんですよ。好きなものとか目指したいものがすごく似てるっていう、そっちのが自分の中で大きかったので、私もヨガやってたりとかするのもそうなんですけど、結構その健康オタク的なところが2人の共通点でもあったりして、もう会った時から波長が合うというかやっぱ会っていくうちにまた会いたいなっていう気持ちが会うたびにやっぱり大きくなっていって、でちょっとずつ距離が、自分の中での距離が近くなっていった。それはもうその時はお子さんと一緒に。そうです。はい。預けるっていうことがないんで、もう基本は3人行動だったので、最初から2人も、こうせいくんっていう感じで、もともと結構面倒見がいいというか、子煩悩みたいなところがあるので、どこ行っても結構知り合いの人のお子さん見てたりとかすることもあったみたいなんですけど。僕は元から年齢とか性別とか数字とかそんなに気にせずに、経験値だけの違いだと思ってて、人柄とかもともと持ち合わせたものって年齢とかだけじゃ話せないなと思ってるので、気にしたことないですね。はい、年齢とか職業とか出身とかっていうのが、話題にはなるけれども、それだからっていう目線で多分その人のことをあんまり見ないタイプだと思うね。2人とも服装とか、どういうとこに遊びに行くとかご飯行くっていう話を聞いてやっぱ若いなとかこの曲知らないんだ若いなとかっていうのはあったんですけど、年齢に対して自分の気持ちがっていうところはあんまりなかったです。ほとんどなかったですね。世代のジェネレーションギャップみたいなのがあると思うんですけど、私の頃はこういうものが流行っててねっていう話をしたら、僕の頃はこういうのが流行ってたみたいな、共有し合って楽しめて、逆にいいことなんじゃないかなっては。いい面のが多いというか、新しい発見があったりとか、逆に私の場合だと自分も若々しくいたいなっていう思いがすごく大きくなった。ファッションとかももう30後半なので、高いヒールのとかミニスカとか、ちょっとこれやると痛いかなって周りが思うようなこととかを
あ、ちょっとやってみようかなみたいなこう年齢的に若い後生が横にいるからやってみようかなっていう気持ちになれるのはあると思います女性の方で中にはその甘えたいとか、はい、そういうのってなんか年上の男性じゃないとしづらい。はいはい。そういうのは大丈夫ですか？私本当に甘えられない人間だったんですけど、なんでしょうね、後世が自分のその部分を受け入れてくれてるからか、人生で初めて人に甘えるとかっていう今経験をさせてもらってます。まあ後世の気持ちとしても、ちょっとこう姉御肌の人がそういう部分を見せてくれるのはすごい嬉しいっていう風に言ってたので、そういう風に言ってもらえるとこっちもなんかこうちょっと勇気を出して甘えたい時は甘えれるんだなーっていうのはすごい感じてますなのでそういう意味で本当に年齢結構取っ払うと、人対人っていうところで、あんまり関係ないかもしれないですね。実年齢というか精神年齢。そうですね。そうですね。なんで本当にうち子供の方がしっかりしてるなっていうところが多いので、はい、いつも怒られてます。みんなでもしご飯食べに行ったらここが夫婦で娘さんっていう風になる可能性ありますよねそれちょっと企画にできちゃうね。ちょっと勘違いされるかもな。結婚したのは21の時だから去年の4月です。出会いは職場で、私がバイトで働いてました。向こうが積極的に来て仕事の話とかかと思って最初は言ってたけど、普通に遊びに行こうよみたいな。最初は絶対無理って思って、なんか年上と付き合ったことなくて5個上とかでも無理かもっていう感じでした。同じ職場のバイトの子じゃないですか。はい。それなんか出すのはダメじゃないですか。そうですね。良くないと思いつつ提案は出しましたね。それはもうなんかミユカだけやっぱ特別みたいなのがありますよね。なんかそんな感じがするような感じでした。なんか彼女は辰年の子で、辰年の子ってちょっと何を考えてるか分かんないんですよ。本当に不思議ちゃんなんですよ。僕からすると魔性の女に近いですよね。だからいけると思うんですよ。そういう感じにやっぱ見えちゃうところがやっぱあるんで、男性は行きたくなるんですよね。だけど本人はそんなつもりないんですよ。で一回振られても、普通にバイト先に来るとか、普通だったら来づらくて来ないとかありますよね。普通に来るみたいな。そうすると俺これってもしかしてみたいになりますよね。ずっとそれで僕追いかけるわけですよ。それがそう今に至るということ。デートを重ねるうちにいいかもなみたいな、だんだん変わってきて付き合ってみるのもありかもって思った。それなんかちょっと離れすぎてるんちゃうかみたいなって。びっくりはしました。ただそれがいいとか悪いとかではなく、ただびっくりしただけで、反対してしまったら彼女がじゃあ今後どんな恋愛するかもわからないのに、私がその責任を負わなくちゃいけないって感じちゃうんですよ。きっと彼女はママのせいでって思うかもしれないし、親って子供より先に死ぬから、そんなものを自分が抱えたままちょっとありえないなって思うんですよね。お母さんがいい人だったのでいいんじゃないみたいな感じだったんですよ。でも最初正直言っていいんですかこれも正直僕の第一印象は怖かったです。なんでかっていうと、喋ってる最中にパーンってカメラ置かれて今から撮影するから好きに喋っていいよみたいなこと言われてみたいな、なんか YouTube やってて、だから僕はなんか証拠取られるんじゃないかなみたいな思っててどこが一番良かったと思います？最初のデートで眠っちゃったんですよ、私車の中で。それぐらい安心できてたのかなみたいな、落ち着くって感じですか。この年の差離れてて恋愛もあるんですけど、それ以上なものがあるような気がしますけど、なんか娘じゃないんですけど娘に対する愛情みたいな、そういう愛情もあるような気がしますけど、なんか結婚して今良かったと思います？良かったです。幸せですか？幸せです。なんで恥ずかしいですよね。なんかそんなこと言ったら。そうなの？周りの反応とかどうでしたね？両親とか友
達とか。はい。年の差が増えてきてるっていうのもあるかもしれないんですけど、私が後世とお付き合いする前から、結構10歳以上離れてるっていうカップルとかご夫婦とかが、たまたま周りにいたので、あんなに話盛り上がってたらそうなるよね、みたいな感じで。で、驚かない人もいれば、逆に私の会社の人たちとかに、大丈夫とか、大丈夫そのうち捨てられんみたいなことは、コメントでもいただくんですけどね。そういうふうに逆に心配されることもありますし、母親は、正直反対してました。そんな若い子でっていうような感じで。あってもなかったんですけど、やっぱり年齢っていうところとか、本人を知らないと、やっぱそういうふうに思われることもあるんだなっていうのは。母親の場合だと、僕ではなくて、彼女のマリコに対して、それだけ年齢上の人が、そんな年下若い子狙って、若い子の将来を潰すな、みたいな感じのことは言われたりしたんですけど、でも、自分は自分で母親なんで、そこは別に関係ないと言いますか、僕は僕で、好きな人と一緒にいて幸せな人生を、掴むから、悪いことだと思ってないし、自分が選んだ道なのでっていう話はして、で、一旦 LINE とかブロックされたりとかあったんですけど、何ヶ月かしたら、悪かったっていうふうに連絡来て、そういうことはありましたね。あと、やっぱり多いのが、経済面だったりとかですかね。心配する人は、多くはなかったですけど、いましたね。気にして、はい、そこを選ぶ方多いですかね。多いですね。はい。将来に向けてっていう考えが日本の中だと多いと思うんですけど、2000万円問題だったりとか、今を生きるというよりも、未来にフォーカスして、子供への投資にこれだけとか、老後資金のためにこんだけとか、その計算でいくと、難しいかもしれないです。けど、いつ死ぬかわからないなっていうのは思ってて、今日事故あって死ぬかもわかんないですし、明日のご飯を食べれれば、幸せで楽しいなと。自分が何を幸せに感じるかとか、そこはすり合わせる必要があると思うんですけど、お金はなんとかなると、そこは特にネックに感じなかったです。やっぱりそういうご相談を受けることが結構あって、気になっている女性がいるんですけど、僕からすると、子供みたいな感じに見えちゃうんですかねとか、その逆もあったりとか、そこの壁で結構悩まれてる方多いんだなっていうのは。年の差の方からも質問来るんですけど、共通して感じるのはちょっと固く考えすぎてるなっていうのは、男だからこうじゃないといけない、女だからこうじゃないといけない、何歳だからこうじゃないといけないみたいな考えの人が世の中に多くいて、見てくれてる人には、そういう自分の固定観念とか、そういうところを、こんな楽でこういうふわふわした感じで生きてっていいんだっていう風に、人生のリソースとして役立ててもらえたら、お互いウィンウィンで楽しいしいいんじゃないかなと思います今までだとどっちかが我慢するとか、どっちかがちょっと相手に合わせるとか、もう知らないふりをするとか、前の結婚生活は結構そういう感じだったんですけど、すごく向き合うということを大切に二人ともしているので、ぶつかることも多いんですけど、自分の言いたいことを言えるし、相手も受け取ってくれるし。僕どっちかというと我慢しちゃう方だったので、本音でぶつかり合う関係性っていうのはすごい大きいですね。自分をすごく抑えてる人が多いなっていう風に二人とも感じていて、例えば親とか会社とか周りからこう言われたからこうしといた方がいいかなとか、そういうのじゃなくてもう自分の心をオープンにしてというか、自分の人生は自分のものでしかないから、やりたいことは自分がどんどんやっててもいいんだなっていう風に思って人生を楽しんでくれる人がいいなっていうのが